皆さんは錫という鉱石を知っていますか？今の時代では電子回路をつなぐハンダや缶詰などに使われている割と身近な金属です。鉄がまだ広く使われていなかった時代、この錫は青銅を作るために欠かせない重要な金属でした。銅にほんの少し混ぜることで融点が下がり、銅の硬度が上がり、丈夫な金属に変わる。それが青銅です。青銅は中央集権国家では主に武器として使用されていたので、国家が必ず抑えなければならない戦略物質でもあったのです。銅の鉱脈は世界中に分散していたのに対し、錫は一つのベルト地帯に集中していました。青銅器時代、世界を動かした戦略物資、錫。その重要な産地はアジアにあったのです。このチャンネルでは、スンダーランドが沈んだ直後の世界、まだ文明が生まれる前の人の移動とつながりをテーマにしています。点と点を結ぶ線が見えてくるとき、眠っていた知識が目を覚ます、そんな体験を皆さんと共有していきたいと思います。石器時代の人にとっては、土の中から現れる不思議な石、その銅を溶かすことから始まったメソポタミアの金属加工、その始まりを見ていきましょう。焚き火をしていたら、偶然金属が溶けて混じった。金属加工の始まりはそんな風に語られることがあります。しかし現実はそんなに単純じゃありません。メソポタミアには加工できるような金属資源はもともと存在しません。燃料にするための木材すらもあまりありません。それでも文明が始まる以前から銅の加工が行われていました。その産地は上流域のアナトリア、東は西イラン、南はオマーン。銅は川と海をつなぐ古来からのネットワークを通して取引される重要な産物の一つでした。とは言っても重たい鉱石をそのまま運んでいたというわけではありません。乾燥地帯にある銅鉱脈で地表近くを探すと見つかる小さな塊、自然銅が主でした。型の上に乗せて叩いて伸ばして工具や神殿の装飾に使われていました。交易がまだ村と村の間の小規模な物々交換だった頃にはそれで十分でした。ところが、ある時期から大都市が次々と建設されるようになります。神殿を中心として計画的に建てられた巨大な都市。その移り変わりの段階で大量の工具、そして武器を安定して大量に生産する必要が生まれたのです。一定の温度を保ち、金属を溶かすための設備はすでにもうありました。土器を焼く窯です。問題は材料です。自然銅だけでは需要に追いつかない。そこで産地では鉱石から銅を取り出す精錬の工程を行うようになりました。ただし、この作業は極めて危険なものでした。西アジアの銅鉱石は地質学的にヒ素が含まれていたのです。叩いたり伸ばしたりするのであれば問題ないのですが、溶かすとヒ素が気化して猛毒な煙が立ち上がります。産地での作業は開けた場所で人もまばらだからこそ可能な作業だったのかもしれませんが、それを受け取ってまた溶かして形成する都市での工程でもまた猛毒な煙。さらに産地で生成された粗銅はヒ素の含有量にばらつきがあって、それが大爆発や失敗の原因になることがしばしばありました。その一方で良いこともありました。それは銅とヒ素が混じると青銅に変わるということでした。錫を使わなくてもヒ素の混じった銅鉱石を精錬すれば青銅ができる。メソポタミアでの青銅作りはこのヒ素青銅から始まりました。一見合理的で経済的、都合がいいような感じもします。それでも強さ、それから美しさ、そして安全性という点では、やはり錫を使った青銅の方が上だったんです。時代は都市国家同士がしのぎを削っている時代です。もし敵が錫青銅の武器を持っていたら、ヒ素青銅の武器では勝ち目がない。こうして人々はヒ素青銅の量産と並行して錫青銅の製造にも取り組んでいました。
しかし、メソポタミアには存在しない錫を彼らはどうやって手に入れていたのでしょうか。まず、有力なのは陸路です。メソポタミア平原の東の端には険しい山々が連なるザクロス山脈がそびえています。その向こう側は中央アジア、錫の産地が点在する地域です。錫鉱石は重いですが、必要な量は銅の1割ほど。山脈を越えて運ぶことも不可能ではありません。山を下れば川があり、ペルシャ湾へと船で運ぶことができます。そしてもう一つの可能性が海のルートです。地図を見てみると、インダス川河口から沿岸伝いに西へ向かえば、ペルシャ湾へと到達できる位置にあります。現在でいうバーレーンの周辺には、ディムルンと呼ばれる貿易拠点がありました。海から北には、ここに集められてから各都市へ運ばれたと考えられています。メソポタミアの粘土板には、メルッハという国から象牙、金、カーネリアン、ラピスラズリなどが運ばれてきたという記録が残っています。このメルッハがインダス文明を指すのではないかという説は有力です。インダス川を上流にたどると、その流域はアフガニスタンへとつながります。北東部のバダフチャン地方にはサルエ・サング鉱山があります。ここは古代世界で最も有名なラピスラズリ供給地の一つでした。そしてその周辺には古代の錫採掘の痕跡も確認されています。産地で切り出された石は船で運ばれ、ハラッパやモヘンジョダロに集められました。そこで一部はビーズなどに加工され、また一部はそのままメソポタミアへと運ばれていったのです。もし宝石がこのルートを通ったのなら、錫もまた同じ道をたどった可能性があります。モヘンジョダロの遺跡が示すのは5番目上の街路、高度な排水設備、統一規格の住宅。それは軍事都市というより秩序だった商人の都市です。興味深いのがその年代です。メソポタミア南部の都市国家が争いを繰り返していた末に、メソポタミア中部の都市アッカドが台頭し、帝国の一部に組み込まれます。アッカドは都市国家を掌握し、その広域な経済を統合しました。巨大な消費市場が生まれた時代、それと並行してインダスの都市は最盛期を迎えます。しかし、アッカド帝国はおよそ150年余りで崩壊。その後、メソポタミア経済の重心は内陸へ、カイロから陸路へと移っていきました。そしてそれがインダスの都市が放棄されていく時期とも重なるのです。戦争があったわけでもなく、侵略があったわけでもなく、都市は使われなくなっていきました。気候変動による河川の変化、それは確かに重要でした。けれど、商業で成り立っていた都市が最大の顧客を失ったとしたなら、その影響を考えることなしに、都市が捨てられた理由を語ることはできないでしょう。このように錫の流れを追うと、青銅器時代に残された多くの謎が一つの線でつながっていきます。しかし、錫をめぐる交易ネットワークは本当にメソポタミアとインダスだけで完結していたのでしょうか。スンダランドが沈んだ後の海洋交易ネットワーク、ヌサンタオの活動も時代的には重なっていたはずです。錫の産地がスンダランドのあったところに集中しているというのも気になりますよね。でも、ヌサンタオがメソポタミアの青銅器製造に関わっていたという話は見つかりません。その代わり、東南アジアではメソポタミアとは全く異なる独自の青銅器文化が芽生え始めていました。中央集権国家が早くから発達したメソポタミアでは、青銅器製造の材料を手に入れるための交換手段として穀物が利用されました。灌漑農地を広げ、人々を組織化し、銅や錫、燃料となる木材を確保するために小麦を余剰に生産する。農地が広がるほど都市間の競争は激化し、より強い武器が求められる。その武器を得るためにさらに交易を拡大。そしてそのためのまたさらなる穀物の増産が必要になりました。
その一方で、アジアにおける聖堂の始まりは武器よりも祭祀、儀礼の道具でした。聖堂とは神と人をつなぐもの、人と人の調和を保つコミュニケーションのツールとして発展していきます。同じ金属でも西と東で意味が全く違うんです。なぜそんな違いが生まれたのか。それは鈴をめぐるネットワークの違いがあったのかもしれません。この続きはまた次回。今回の話はこの後に続くアジアの青銅器文化を理解するための準備編としてお届けしました。この流れで鉄器文化の始まりや思想や神話の話までつなげていきたいと思っていますので、ぜひチャンネル登録をして次回もお付き合いください。古代メソポタミア文明の発祥、交易の始まりについては過去の動画で詳しく解説しています。文明を担った人々がどこから来たのか、都市はなぜ生まれたのか、そして当時の社会状況を反映した神話についても解説しています。合わせてご覧いただけると、今回のお話がより立体的に見えてくるのではと思います。最後までご視聴いただき誠にありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。